トレーズの意志と理想を形にしたモビルスーツ、ガンダムエピオンとガンダムアクエリアス。ガンダムエピオンは、オズの総帥、トレーズ・クシュリナーだが、純粋な戦いを続けるため、戦いという行為に答えを見つけるため、そして、勝者と敗者に祝福を与えるため、というコンセプトで設計、開発した近接格闘専用可変型モビルスーツである。そして、そのエピオンを支援し、連携を図るためにトレーズ派が開発した機体がガンダムアクエリアスとなる。この2機は兄弟機にあたり、両機ともにトレーズの人間に必要なものは絶対的な勝利ではなく、戦う姿と姿勢という理想を具現化した機体となっている。今回はそんなエピオンとアクエリアスを解説していきます。 OZ13MS ガンダムエピオン。この機体はアフターコロニーにおける全ての戦闘型モビルスーツの原型となった機体 OZ00MS トールギスの設計とオペレーションメテオで投入された5機のガンダムの戦闘データをもとにトレーズの指示によって極秘裏に開発されたガンダニウム合金製の近接格闘専用可変モビルスーツである。機体名のエピオンとはギリシア語で次世代のという意味を持ち、次の時代を作る若者たちへの願いが込められており、トレーズの戦いに対する美学が反映されているため重火器は搭載されていない。モビルアーマー形態への可変機構も備わっており、両脚部が前方に展開したその姿は相当竜を思わせる外観をしている。この姿はミリアルドとリリーナの祖母カテリナ・ピースクラフトがかつて上記としていた宇宙戦闘機ワイバーンに酷似していると言われている。またゼロシステムと同様のインターフェースを備えており、起動画面にはシステムエピオンと表示され、一部資料によってはエピオンシステムと呼称されるこのシステムは各種センサーから得た膨大なデータを演算処理し、あらゆる可能性、対処法、そこから起こり得る結末をパイロットの脳内に直接伝達するというシステムである。言い換えれば完璧な勝利を実現するために必要な判断、行動をパイロットに伝えるというものである。それはどんな結末であろうと勝利のみを優先させる情報のため、必要であればパイロットの倫理観を放棄させ、人命や仲間の犠牲、さらには自らの命すらも勝利のためには捨て去る可能性が伝達される。さらに搭乗者の脳内の生体作用をスキャンし、刺激を与え、機体の高軌道によって発生する負荷や荷重の脳内情報伝達を鈍化させることで、肉体の限界を超えた機体制御を可能にすることができる。しかしあくまで鈍化させているのであって軽減されているわけではないため、パイロットへの負担は大きく、肉体はダメージを負い、最悪の場合システムに取り込まれてしまい死に至る可能性も秘めたシステムとなっている。このシステムを使いこなすには、システムが提示する未来にとらわれず自らの欲求を追求する強靭な精神力が必要となる。ほぼ同一となる2つのシステムではあるが、明確な明言はないものの、その開発思想に違いがあるとも言われており、ウィングゼロには完全勝利を目指し最強のモビルスーツを完成させるというコンセプトからゼロシステムが搭載され、エピオンには進むべき未来を示し、パイロットの迷いを打ち消すため、敗者となるためというトレーズの思想が反映されてエピオンシステムが搭載されたと推測されている。トレーズ曰く、この機体に乗って勝者となってはならない、エピオンは兵器ではないのだとのこと。当初はトレーズ派の傭兵としてモビルドール相手に戦いを続けていたヒーロに、ルクセンブルクの古城にある地下格納庫にてトレーズから本機が託されるも、エピオンシステムに翻弄されてしまい完全に自分を見失ってしまう。そんな中、ウィングゼロを受領したゼクスが地球へと降下し、エピオンと対峙。戦場で相対した両機は、ヒーロはゼクスを敵と認識し、ゼクスはこの戦いに疑問を感じながらも戦闘へと発展。結果的に2人の純粋な戦士の戦いによって互いのゼロシステムがオーバーヒートを起こし、パイロットを排除する形で決着となる。その後ヒーロはトレーズが製作したエピオンにはゼクスがふさわしいとし、ウィングゼロには自分が乗ることを選択。こうしてエピオンにはゼクスが、ウィングゼロにはヒーロが登場することとなり、互いにゼロシステムが示す未来に突き進むことになる。なおゼロシステムはドクター・ジェイことジェイ・ヌルが学生時代にその前身となるプロトタイプを完成させたと思われがちだが、正確にはカーンズ・カラントの兄であるトマス・カラントが開発したもので、量子コンピューターを用いて遺伝的アルゴリズムを拡張させた初期プログラムをもとにゼロシステムの原型を完成させている。
このプロトタイプは宇宙戦闘機ワイバーンに搭載され、周辺判断状況能力を AI に学習させることでゼロシステムが完成するというものであった。 OZ13MS ガンダムエピオンエンドレスワルツ版。この機体は敗者たちの栄光フローズンティアドロップに向けて加時はじめ先生がデザインをリファインしたエピオンであり、設定上はテレビ版と同一の機体となる。ただし開発経緯がテレビ版と若干異なっており、エンドレスワルツ版ではウィングガンダムプロトゼロの設計データとゼロシステムの起動ユニットを入手したトレーズが極秘裏に開発している。開発時期は5機のガンダムがオペレーションメテオを実行する前から行われており、物語序盤では空輸部隊所属のティンプレートがエピオンに使用するガンダリウム合金を輸送しているのだが、ヒーロのウィングガンダムに撃墜されるという描写が描かれた。またトレーズがドロシー・カタロニアと共にミリアルドへと送られたシュトールムーントドラングというエピオン専用のウェポンパーツが追加実装されている。両腕部に装着されたこの武装はリアスカート部に装着されたエピオンシールドにケーブルでつながれており、攻撃形態のスバイヘンダーモードと防御形態のディフェンサーモードの両面を備えた特殊兵装である。スバイヘンダーモードでは右腕部のビームソードに挟み込む形で装着され、長大なビーム刃を形成可能となり、エピオン最大の攻撃力を誇っている。ディフェンサーモードはビルゴのプラネイトディフェンサーの技術を応用したもので、両腕部に装着される形でエネルギーフィールドが展開される。その防御力はウィングゼロが最大出力で放ったツインバスターライフルを完全に遮断し、さらに続けざまに放った2射目も受け切ってしまうほどの防御力を発揮するなど、ヒーロが驚愕するほどである。フローズンティアドロップではアフターコロニー195年のリーブラでの最終決戦の後に火星へと渡り、ウィングゼロに切断された左腕部の復元に加えてビームキャノンが追加装備された状態で実戦に投入。本機の操縦自体はエピオンシステムに残されていたミリアルドピースクラフトの残留思念から作り出された AI によって行われた。 OZ14MS ガンダムアクエリアス。アクエリアスはトレーズがオズの総帥の地位を追われた後に彼の支持者であるトレーズ派によって開発された対モビルドール用試作型モビルスーツである。 SD ガンダム G ゼネレーションシリーズのオリジナル機体である本機はエピオンの兄弟機にあたり、人間同士による崇高な戦いを理想とするトレーズの思想から対モビルドール用電子戦特化兵器アンチモビルドールシステムを搭載。半径 100km 以内のモビルドールに対してコンピューターウイルスを送信し行動不能に陥れるという強力なシステムを有している。このシステムによってモビルドールが機能不全となっている隙にモビルドールを指揮する有人機をエピオンが撃破するという戦術が想定されている。つまりエピオンの兄弟機であり、連携を目的とした支援機として開発されているのである。アンチモビルドールシステムという強力なシステムにジェネレーター出力の大半を費やさなければならないため、本機からエネルギーを供給して使用されるビーム兵器は基本的に装備しない上、両肩部の大型のアンテナユニットの装着によって機体重量が大幅に増加してしまっている。しかし大出力バーニアを採用したことで運動性は決して高くはないが、エピオンに追従できるだけの機動力と飛行能力を獲得。初登場作品となる G ゼネレーション F では上記の理由から武装はヒートロッドしか装備してないクソ雑魚機体なのだが、後のシリーズではエネルギー供給に頼らずに使用可能な 105mm マシンガンとドーバーガン、さらにシールドが追加装備されることになる。 G ゼネレーションクロスレイスではアンチモビルドールシステムが武装からユニットアビリティへと変更され、マップにアクエリアスが存在しているだけで効果範囲内のモビルドールを行動不能にできるという機体で参戦。これによってモビルドールの行動は防御、回避、移動のみに絞られ、敵ターン時には攻撃不能となるためサクサクとステージを攻略可能となる。なおフローズンティアドロップに登場するトールギス2を最新技術で復元した機体トールギスヘブンにはモビルドールを含めた無人機を機能停止に追いやるナノディフェンサーというアンチモビルドールシステムに似た装備が搭載されているのだが、現在のところ両機の間に技術的なつながりがあるかは不明となっている。以上、エピオンとアクエリアスの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん。